回の産業まとめ。昭和天皇はファシスト？ウクライナ政府は動画修正。中国韓国ネットで抗議の声。ウクライナ政府のツイッターアカウントが4月1日に投稿した動画が不適切だとして、日本の外務省が削除を要請しました。ファシズム、ナチズムを紹介する際、昭和天皇の写真がヒトラー、ムッソリーニと並べられていたようです。修正された動画では昭和天皇の写真は削除され、ヒトラーとムッソリーニのみになっていました。この投稿に対してツイッターの一部のユーザーから批判の声が上がり、自民党の佐藤正久氏ら国会議員が抗議し、外務省が対応したようです。この報道は中国や韓国でも報じられましたが、問題はなかった、なぜ日本だけ抗議するのか、などのコメントが投稿されています。韓国では連合ニュースが報じ、各社が引用して報道していますが、それほど広がっているとは言えません。中国は元民営メディアの環球時報が大々的に報じ、数社が引用報道を行っています。環球時報のウェイボーへの投稿で火がついて、ほんの一時ですが非常に盛り上がり、多くのコメントが寄せられました。中国は日本のファシズムに勝利したと日中戦争を定義していることから、ウクライナの対応を批判しているようです。なお、この件に関して中国政府及び韓国政府からの公式コメントはありません。編集所官。今回の概要。大日本帝国はファシズム。天皇家という特殊な人々。中間の批判はもっともだけど、この問題って思ったより複雑かな。まあ戦争において二項対立の構図を作り、一方を悪の枢軸と見立てたことが始まりではありますが、今もそんな感じですが、正義の民主主義と悪の独裁国家というヒーローものみたいな構図が一番わかりやすくて伝わりやすいんですよね。そういう構図作りが得意なのが米国で、欧州社会も基本的にこうしますよね。なので今とそっくりですよね。別にロシアやナチスドイツ、発祥を擁護するつもりはありませんが、日独伊三国同盟の関係から日本も一括りにされてしまいました。ぶっちゃけ、戦時中はどこの国も異常な雰囲気になっていたようですけどね。それは米国も同様。米国とて当時は戦争反対を叫べば赤やスパイのレッテルを貼られて投獄されたりしていたようですから。自由と民主主義の国ですらこうですからね。戦時下というのは国家体制も異常な状態となるわけですよ。何も日本だけじゃない。こうした国の歴史を米国が前面に出すわけもなく、一方日本は戦前政府のせいと責任を押し付けて当時の体制を批判。戦後教育は基本的に米国的視点が入り混じって行われ、世界も大日本帝国は悪だったという認識でまとまったわけですね。実際戦前の日本はどのような政治体制だったかというと、それほど現在とは変わらないと思いますね。立憲君主制という点でやや天皇の存在意義が違いますが、政治に関わる部分では現在とほぼ同じ。憲法上は軍の統帥権も天皇が持っていますが、実際には裁可するだけなので、内容を決めていたのは軍のトップということ。国家元首が持つ一般的な権限ではあるので、これをもって独裁的とかファシズムというのは違いますね。まあ、天皇が世襲制であるところが問題視されるのはわかりますが、これは日本人特有の感情によって支えられた制度でもあるのでしょう。戦後になってその感覚は完全に断ち切られたので、天皇制って何？という人が多くなりましたが、日本の国体として考えたとき、天皇制となったのだと私は思います。戦前民主主義は不完全ではありましたが、諸外国の民主主義も同様に不完全。有色人種への差別が白昼堂々と行われていても民主主義だとか平等だとか叫ばれていた時代ですから。天皇は当時も日本の象徴であり、忠義の対象であったわけですが、外国人にはそれが異様だったのでしょうね。なのであれは独裁者への個人崇拝だとして捉えられ、ナチズムやファシズムと一緒くたにされたのだと思います。戦勝国は第二次大戦の看板をナチとファシズムに対する勝利としているわけですから、そういうことになるんですよね。それがロシアが今もこだわっているネオナチからの解放であり、中国が今も言い続けている日本ファシズムへの勝利なんですよね。今回ウクライナ政府があっさり投稿を修正したことで、中国国内のウクライナへの不信感はますます増加したでしょう。
ただ、政府や大手メディアは今回の件に全く関与してないので、あくまでネットの中だけの話ですが、韓国は関係ないけど、単に大日本帝国や天皇が批判されるとワイワイ喜んでいるだけですよね。韓国の方ははっきり言ってそんなに盛り上がっていません。ちょっと日本をいじりたい人がコメントしてるだけ。韓国も戦後教育が偏っているので、当時の日本や朝鮮に対する理解は全くないでしょうね。何も期待していません。こう言うとあれですけど、両国とも戦後プロパガンダに染まっていますから、日本を批判するのも仕方ないかと思います。中国なんかはむしろ今や習近平への個人崇拝ですから、ファシズムが現在進行形のように思いますが、どう答えるのかしら。政府をちょっと批判しただけで投稿削除、下手すれば投獄、一党独裁の恐怖政治じゃないですか。ロシアも全く同じことやってるお仲間ですから、そりゃあ批判できないですよね。米国に対してならすぐに批判できるけど。日本はファシズムって？それは、ファシズムがよくわかんないってこと？うん。だけどプーとかプーさんとかみたいなことでしょ？まあそんな感じだね。実際厳密な定義はないと思う。単に非民主的で反自由主義的な権力のことなのかな。言ってることはよくわかんないけどなんとなくわかる。私も合ってるよね。きっと。そんな概念的なもので良いと思う。まあ、戦時中はある勢力をファシストと定義して敵視したわけよね。欧米諸国が。それはわかる。で、日本も悪い国だったっていうことでしょ？戦勝国の視点ではそうなるね。ちなみにソ連はファシズムじゃないらしいから。戦勝国だから？そう。矛盾だらけだけどね。中国共産党もファシズムじゃないんだから。なんかめちゃくちゃだね。よくわかんないね。単に大勢の敵がファシズムになっちゃったという部分もある。講義で言えば日本もファシズム的だったとも言えるし、それは米国でもそうだったし、広く捉えれば今もファシズムな国は多いよ。よくわかんないね。テロと同じくらい曖昧なの。みんなよくわからず雰囲気で使ってる言葉だから。じゃあロシアはファシズムなの？私はそう言って差し支えないと思うけど。じゃあロシアはテロ国家？ある意味当てはまると思うね。多分もっと適切な表現があると思うけど。なるほどね。ちょっと分かってきたかも。ただこれは一方的な見方であったり対極的な見方であって、ロシア側から見たらまた話は変わってくる。そしたらウクライナがファシズムのネオナチってこと？そういうこと。だから戦勝国的には当時の日本はファシズムだけど、果たしてそれは適切なのかなっていう話だよ。へえ、なんか今日は偉くなった気がする。でもすぐに忘れそうだよね。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。この前会社に行くときに横断歩道を渡ったの。渡り終えたところにね、自転車に乗った女子高校生が横向きに道を塞いでたの。その先は細い道だったのに、女子高校生は自転車にまたがったままスマホを見てたんだよ。つまり横断歩道を渡ってきた人が通れなくなってんの。かろうじて隙間があったから自転車のタイヤに触れないようにして通り抜けたんだけどね。あれってどう見ても迷惑なんだけど、気づかないのかな？それともわざとやってるのでしょうか？クイズ。気づかないのだったらかわいそうだよね。迷惑になるって誰も教えてあげてなかったってこと？で、白雪さん教えてあげたの？そこ邪魔だよって。もちろん言わなかったよ。だって怖いもん。最近は注意すると何されるかわからないから怖いよね。だからゆるりんも注意したらダメだよ。たまに注意してるかも。だって道の真ん中にいたりしたら邪魔じゃない？ダメ？気をつけないと、刺されるかもしれないよ。一応人は選んでると思うけど。知床半島の海難事故。ひどい事故あったよね。遊覧船の会社の社長がね、事故に遭ったご家族への説明の場の時に足を組んでいたって言うんだよ。信じられないって思ったけど、そういう人になっちゃうよね。
そういう人になるってどういう意味？道塞ぎ高校生が誰にも、非常識だよ、って注意してもらえず成長して50代になったら、そういう常識を知らないような大人になっちゃうよってことだよ。そういうことね。わかりにくっ。電車でもいたよ。すごく混んでいて立ってる人もたくさんいるのに、とても美しいお姉さんが高いヒールを履いて堂々と足組んでたんだよ。がっかりしちゃう。すっごく邪魔ってこと？そう。しかもピンヒールをブラブラしてるから触ったら汚れそうで。きっと自分が世の中のどこにいるか見えてないんだよ。客観的になれないの。なんなんだろうね。親のしつけなのかな？まだ電車の中で一生懸命お化粧している女性とか、おにぎり食べ始める男性の方が可愛く見えちゃうよね。今はコロナだからおにぎりとか見かけなくなったな。化粧は目をやってる人見かけるけど。それにしてもマスク生活になってから口紅売れなくなっただろうね。会社でも誰もしてないもん。その代わりなのかわかんないけど、みんなだんだん眉毛が太くなってきた感じがするよ。太眉が流行ってはいたけど、さらに太くなってる気がする。知ってる。最近の流行、とんでもなく太いよね。私ももっと太眉に変えてほしいなぁ。